今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。謎に包まれた物語が今夜もあなたを深い眠りへと誘います。眠りの世界へと導く物語を聞くことで現実からしばし離れてリラックスしましょう。この動画はミステリー、オリジナルストーリーを7話お届けします。当チャンネル眠りの語り部ではあなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではおやすみなさい。消えた絵画の謎。かつて小さな海辺の村に一枚の絵画があった。それは村の図書館の一角を飾る風景画である。描かれているのは波が静かに打ち寄せる海岸線と遠くに見える小さな灯台。その絵は見る者に穏やかな慰めと深い安らぎを与えるものだった。しかし、ある嵐の夜、その絵画は跡形もなく消えてしまう。翌朝、村人たちは絵画の消失に気づき、大きな動揺を隠せなかった。なぜなら、その絵画はただの風景画ではなく、村の守り神としての意味を持っていたからだ。何世代にもわたって村の平和と繁栄を見守ってきた絵画の消失は、ただの損失以上のものを意味していた。事件の解決を担うことになったのは、図書館を管理する静かな性格の司書、エミリオ。彼は絵画が消えた夜、図書館に残って仕事をしていた唯一の人物だった。エミリオは自分が何か手がかりを見落としていないか、そしてこの謎を解明するためにはどこから手をつければいいのか悩み始める。この物語は消えた絵画の謎を追うエミリオの旅を描く。彼が村の住人たちとの絆を深め、時には村の歴史に隠された秘密を解き明かし、穏やかだが確かな歩みで真実に近づいていく過程をゆったりとしたペースで展開していく。嵐が村を包んでいた夜、エミリオは図書館の資料整理に没頭していた。時計の針が深夜を指す中、彼はようやく仕事を終え、外の嵐が止んだことに気づく。だが、その静けさが一転する事件が起きていた。エミリオが図書館のメインホールを横切ると、壁にかけられていたはずの絵画がないことに気がついた。最初は自分の目を疑ったが、絵画があるべき場所には、ただの空白が広がっているだけだった。彼はすぐに村の警備員であるマルコに連絡を取り、事態を報告した。マルコは夜中にもかかわらず、すぐに駆けつけ、二人で絵画が消失した状況を確認した。窓は固く閉ざされており、外からの侵入の形跡は見当たらなかった。絵画を吊るしていた釘は、そのまま壁に残されており、破壊や嵐の痕跡もなかった。それは、まるで絵画が自ら姿を消したかのような、不可解な状況だった。エミリオとマルコは、図書館内の他の職員や、夜間に図書館の近くを通ったという証言を集めようとする。しかし、彼らが得たのは、絵画があったことを確認する以前の話や、嵐による外出の控えについての話ばかりで、事件に直結する手がかりは得られなかった。この不可解な消失事件に直面し、エミリオは絵画にまつわる村の伝承や歴史を調べ直すことに決める。それが絵画と村との間に存在する深い絆の理解へとつながる唯一の手がかりかもしれないと考えたからだ。彼はこの謎を解く鍵が過去に隠されているのではないかとの直感を持ち始める。エミリオは絵画が消えた翌日、図書館の古い記録と村の歴史を調べ始めた。彼は何時間も古い文献をめくり、絵画とその作者についての情報を探した。その過程で絵画が描かれた背景と、それが村にどのようにもたらされたかの物語を発見する。絵画は約100年前にある孤独な画家によって描かれたものだった。その画家は村の美しい景色に魅了され、特に海岸線と灯台が織りなす風景に感動し、それをキャンバスに収めた。完成した絵画は画家が村に寄贈したもので、それ以来図書館の壁を飾り続けていた。
さらに、エミリオは絵画にまつわる不思議な伝承を見つけた。それによると、絵画は村を守る魔法の力を持っており、村に災難が迫るとき、絵画はその力を使って村人たちを守るという。しかし、その力を発揮するためには、ある特定の条件が必要であった。その条件とは、村が真の危機に直面したとき、絵画は一時的に姿を消し、必要とされる場所にその力を示すというものだった。エミリオは、この伝承が絵画の消失に関係している可能性を考えた。しかし、それが真実であれば、村は今、どんな危機に面しているのだろうか。そして、絵画はどのようにして村を守るというのだろうか。彼は、この謎を解明するためには、絵画の消失と村の現在の状況の間に、何らかの関連性を見つけなければならないと決意した。エミリオは、村の古い住人や、絵画について知ることができる人々に、話を聞き始める。彼は、絵画が消えた真の理由を解き明かし、村を取り巻く危機を明らかにする手がかりを探し始めた。エミリオの調査は、徐々に村の現在の状況と、絵画の消失との間にあるつながりを浮かび上がらせた。村の外れにある古い灯台が、何者かによって、破壊の危機にさらされていることが判明した。灯台は、絵画にも描かれており、村の象徴的な存在であった。しかし、その重要性が忘れ去られつつあり、その土地を利用しようとする開発計画が持ち上がっていた。エミリオは、この情報を受け、灯台の周辺を探索し始める。彼が見つけたのは、灯台を守ろうとする地元の活動家たちと、開発計画を推し進める企業との間で起きている、小さな構想の証拠だった。この状況は、村全体にまだ明らかになっていない、密かに進行中の危機を示していた。灯台の保存を訴える声は少なく、多くの村人は、開発による経済的利益を望んでいた。しかし、エミリオは、灯台とその周辺の自然が、村の本質的な美しさと平和を守る重要な要素であることを理解していた。絵画が示す風景は、ただの過去の記憶ではなく、村の未来にとっても価値あるものであることを、彼は痛感していた。エミリオは、絵画の伝承が、現在の危機に直接関係していると確信するようになる。絵画が消えたことは、村に危険が迫っている警告のサインであったのだ。彼は、村人たちに真実を伝え、灯台とその周辺の環境を守るための運動を起こすことを決意する。夜が深まる中、エミリオは灯台の下で、絵画が示した美しい風景を守るための計画を練り始めた。彼の心には、村の未来を守るための決意と、絵画がもたらす魔法の力を信じる希望が宿っていた。数週間が経ち、エミリオの努力によって、灯台とその周辺の環境を守る運動が村中に広がった。彼の情熱は多くの村人の心を動かし、開発計画に疑問を投げかける声が高まり始めた。そして、ついに開発計画は中止され、灯台とその美しい自然は守られることになった。その矢先、図書館の壁に飾られていた絵画が、ある朝突然に戻ってきた。絵画は何事もなかったかのように、かつての場所に静かにかけられていた。村人たちは、その奇跡に驚きつつも、絵画が村を守るために、一時的に消えていたという伝承を思い出した。絵画の帰還は、村が真の試練を乗り越え、再び平和を取り戻した証だった。エミリオは、絵画の前で長い時間を過ごし、その深い意味を再び感じ取った。絵画は、ただの物質ではなく、村の魂とも言える存在であることを、彼は深く理解した。その日から、絵画は単なる風景画ではなく、村の未来を見守る守護者として、新たな伝説の一部となった。エミリオの心は穏やかで満たされていた。彼は村人たちと共に、灯台の下で新たな絆を育むことに喜びを感じていた。絵画の謎は解け、村はかつてないほどの結束力を持って、未来へと歩み始めた。消えた絵画の謎は終わりではなく、新たな始まりの物語であった。
バラ園のささやき。バラ園のささやきは、穏やかな夏の夕暮れに始まります。老舗のマナーハウス、エドワード邸の広大な庭園には、時の流れを忘れさせるほど、美しいバラが咲き誇っていました。この邸宅には、エドワード家が世代を重ねて大切にしてきた数多くの秘密が隠されていると言われています。しかし、そのどれもが、穏やかな日常の一コマのように、静かにその時を待っているかのようでした。ある日、エドワード邸に、一通の手紙が届きます。それは、何十年も前に、この家を離れた親戚からのもので、近くに帰ってくること、そして、長年語られることのなかった家族の謎について、話がしたいと書かれていました。この手紙が届いたことをきっかけに、家族の中で、密かに囁かれていた古い物語と謎が、少しずつ明らかになり始めます。エドワード邸の現当主であるジョナサンは、その謎解きを通じて、家族の絆を深め、かつて失われた何かを取り戻す旅を始めます。しかし、彼が知らなかったのは、その謎が、ただの家族の歴史ではなく、バラ園が静かに守り続けてきた、時を超えた秘密だったことです。この物語は、バラ園の美しさと、その中に潜む秘密を軸に、ゆっくりと展開していきます。読者は、エドワード家の歴史を紐解く中で、家族の絆の大切さと、時には過去を振り返り、許し合うことの意味を学んでいくことでしょう。ジョナサン・エドワードは、朝の光が窓から差し込む書斎で、祖父から受け継いだ重厚な机に向かっていました。彼の手には、数日前に届いたばかりの、古びた封筒が握られています。手紙は彼の遠い親戚であるエリザベスからのものでした。エリザベスはかつてこの家で幼少期を過ごした後、家族と共に海外に移住し、それ以来一度も戻ってきていませんでした。手紙にはエリザベスがエドワード邸に戻ること、そして長い間語られなかった家族の秘密について明かしたいという内容が綴られていました。彼女はジョナサンと直接会って話すことを望んでいるようでした。ジョナサンはその内容に深い興味を抱きました。彼の家族は代々様々な秘密を守り続けてきましたが、その多くは時間とともに忘れ去られ、今では伝説のような存在になっていました。ジョナサン自身も幼い頃に聞かされたバラ園にまつわる奇妙な物語を覚えている程度で、具体的な内容は知りませんでした。エリザベスの到着を前にして、ジョナサンは家族の歴史についてもっと知る必要があると感じ、家の図書室で古い日記や書類を調べ始めます。そこでは、エドワード家の先祖がどのようにこの地に来て、マナーハウスを築き上げたか、そしてバラ園がどのようにその中心的な役割を果たしてきたかが記されていました。調査を進めるうちに、ジョナサンは家族に伝わる一つの伝説に行き当たります。それはバラ園に隠された秘密の部屋と、そこに封じられた古い約束についての話でした。この伝説が真実であるかどうかは定かではありませんが、ジョナサンはこの謎を解き明かすことに情熱を燃やし始めます。エリザベスの訪問が近づくにつれ、ジョナサンは家族の過去を掘り下げることで、何か大きな発見にたどり着くかもしれないという予感に駆られます。そして彼女の訪問がエドワード家に新たな章を開くきっかけになることを期待していました。エリザベスの訪問の日、エドワード邸は穏やかな午後の日差しに包まれていました。彼女は長い旅を経て何十年ぶりかでこの地を訪れました。ジョナサンは彼女を温かく迎え入れ、二人は昔話に花を咲かせます。しかし、エリザベスが本当に話したかったのは家族の謎についてでした。エリザベスによると、彼女が子供の頃に聞かされた話には、エドワード家に伝わる秘密の部屋があり、その部屋はバラ園のどこかに隠されているというものでした。この部屋には家族にとって重要な意味を持つ何かが保管されていると言われていますが、長年誰もその場所を見つけることができませんでした。エリザベスが持ってきたのは、その部屋へと導く手がかりを含んだ古い日記でした。
日記にはエドワード家の先祖がバラ園に秘密の部屋を作り、そこに家族の財宝や秘密を隠した理由が記されていました。そして、その部屋への入り口を示す謎かけが残されていました。ジョナサンとエリザベスは、この謎を解くために、共同で努力を始めます。彼らは、日記に記された手がかりをもとに、バラ園を丹念に調査し始めました。夕暮れ時になると、彼らはしばしば庭で時間を過ごし、バラの香りに包まれながら、次の手がかりを探し続けます。数日間の捜索の後、彼らはついにバラ園の奥深くに隠された小さな扉を発見します。この扉は巧妙に隠されており、一見しただけでは見過ごしてしまうような場所にありました。扉には古い錠がかかっており、日記に記された謎かけの答えを入力することで、ようやく開くことができました。扉を開けると、彼らの目の前には石造りの階段が現れ、それは地下深くへと続いていました。ジョナサンとエリザベスは手を取り合い、一歩一歩慎重に階段を降りていきます。階段の先に何が待っているのか、二人にはまだわかりませんが、その答えがエドワード家に古くから伝わる謎を解き明かす鍵であることは確かでした。ジョナサンとエリザベスが階段を降りると、彼らを待っていたのは、時が止まったかのように、静まり返った地下の秘室でした。部屋の中央には、大きな木製の箱が置かれ、壁にはエドワード家の先祖の肖像画が飾られていました。空気は古びているものの、どこか懐かしい香りが漂っています。彼らは箱に近づき、ゆっくりと蓋を開けました。中には古い文書、家族の写真、そして祖先が残した数々の品々が収められていました。これらの品々はエドワード家の歴史の断片を形作っており、ジョナサンとエリザベスにはそれぞれが語る物語が聞こえてくるようでした。秘室の一角には小さな机と椅子が置かれており、そこには家族の歴史について記された日記が数冊並んでいました。ジョナサンが日記を手に取ると、あるページに目が止まります。それはバラ園の秘密の部屋について記されたもので、そこには家族を守るために隠された約束と未来の世代へのメッセージが綴られていました。この部屋はエドワード家が直面した困難な時期に家族の絆と伝統を守るために作られたことが記されています。そしてこの部屋が見つかったことは家族にとって新たな始まりを意味していると書かれていました。エドワード家の一員としてジョナサンとエリザベスには過去の教訓を生かし、家族の未来を明るいものにしていく責任があるのです。ジョナサンとエリザベスは秘室を出るとき、互いに新たな絆を感じていました。彼らはこの発見がエドワード家にとって重要な遺産であり、家族を結びつける強い力になることを理解していました。そしてこの秘密を共有することで、彼らの間にはこれまでにない信頼関係が築かれました。地上に戻ると、夕日がバラ園を美しく照らしていました。ジョナサンとエリザベスは手を取り合いながら庭を歩き、彼らの前に広がる未来について語り合います。バラ園の囁きは彼らに家族の大切さと過去から学ぶことの重要性を教えてくれました。そしてエドワード家の新たな章が今始まろうとしていました。秘密の部屋を発見した翌日、ジョナサンとエリザベスはエドワード邸の広大なバラ園に立ち、新たな朝日を迎えました。彼らの心には前日の発見によって生まれた深い感動と家族の絆をさらに強固なものにしようという決意がありました。ジョナサンは秘密の部屋で見つけた遺産を大切にし、家族の歴史と伝統を次世代に伝えていくことを誓います。エリザベスは遠く離れた地で新たな生活を始めたとしても、エドワード家の一員としての役割を果たし続けることを約束しました。二人はバラ園の中心にある古い噴水の前で手をつなぎ、家族が直面するかもしれない未来の困難にも共に立ち向かっていくことを誓い合います。この噴水はエドワード家にとって重要な象徴であり、家族の絆が時を超えて続くことの証です。
この日からバラ園の囁きはジョナサンとエリザベスにとって特別な意味を持つようになりました。彼らはバラの美しさと香りが家族の愛と支えを象徴するものだと感じるようになります。そしてバラ園はエドワード家の新たな伝説として世代を超えて語り継がれることでしょう。物語は穏やかな夕暮れに終わりを告げます。ジョナサンとエリザベスがバラ園を後にするとき、彼らは心の中で固い約束を交わしました。それはどんな時も家族を大切にし、過去の教訓を未来への道標とするというものでした。エドワード家にとってバラ園の囁きは永遠の愛と絆の物語となりました。そして静かな夜が訪れると、バラ園は再びその秘密を静かに抱きしめます。しかし今度はその秘密が家族の絆と愛をさらに強める力となることをジョナサンとエリザベスは知っています。バラ園の囁きは永遠にエドワード家の心の中に響き続けるのです。密かに交わされた約束。静寂が支配する深夜の古書店モルガーナの書家。この店はその名の通り不思議な魅力を持った本が揃う場所として町の人々に知られていた。店の主人は謎めいた老人で、彼の選んだ本には必ずと言っていいほど読者の心を捉える何かがあった。ある冬の夜、風が古びた看板をきしませる中、一人の少女が店の前に立った。彼女の名はエミリア。地元の高校に通う普通の少女だが、不思議な夢に悩まされていた。夢の中で彼女は常に同じ場所、一冊の古い日記を手にしている。その日記には密かに交わされた約束について書かれているが、夢から覚めると内容を全く覚えていない。エミリアはその夢の意味を解き明かす手がかりを見つけるため、モルガーナの書家に足を運んだのだ。彼女が店の扉を押し開けると、暖かい明かりと古書の香りが迎え入れた。主人が珍しく微笑みながら彼女を迎えた。あなたのための本がやっと届いたようだ。と言いながら、老人は店の奥から一冊の革装丁の日記を取り出した。エミリアは驚き、まさかとは思いつつも、その日記を手に取ると、不思議なぬくもりを感じた。この日記は、エミリア自身に関わる古い物語の始まりを告げるものだった。そして、その夜から、彼女の日常は少しずつ、しかし確実に変わり始める。それは、夢に見た、その日記との類似に驚愕しつつも、どこか懐かしい感触を覚えながら、革の表紙を撫でた。エミリアは日記を開くことに躊躇したが、好奇心がその手を動かした。最初のページを開くと、そこには何世紀も前の日付とエミリアと同名の少女の物語が記されていた。その少女はある魔法使いと秘密の約束を交わしており、その約束が彼女たちの運命を永遠に結びつけるものだと書かれていた。日記の記述はエミリアを魅了し、彼女はそのページから目を離すことができなくなった。読むにつれ、彼女の中で何かが響き渡り、その文字が自分の過去から呼び覚まされる記憶のように感じられた。そして、その夜、エミリアは日記の中の少女と同じ夢を見る。夢の中で、彼女はその約束の詳細を知ることになる。夢と現実の境界が曖昧になりつつある中で、彼女は自らの過去と未来に隠された秘密を解き明かす鍵を手に入れたのだった。エミリアは夢から覚めた後も心の中に残る日記の文字と映像が離れなかった。彼女は約束が交わされたその夜の出来事とその後の不思議な事件が記された日記の続きを読むことに集中した。日記には魔法使いと交わされた約束が詳細に記されており、その約束には二人の運命を永遠につなげる大きな代償が伴っていた。約束の内容は二人が互いの世界を守ること。これが彼女の不安を煽る一方で、
彼女の好奇心も刺激した。エミリアは自分がその日記の少女と同一人物ではないかという疑念に駆られるようになり、回答を求めて行動を開始した。彼女の調査は町の古い伝説や神話を掘り下げることから始まった。その過程でエミリアは町に伝わる守護者と呼ばれる存在について知ることになる。守護者たちは世代を超えて町とその住民を守る神秘的な力を持っていた。徐々に彼女は自分がその守護者の一人である可能性に気づき、その使命に心を惹かれ始めた。この発見はエミリアに新たな勇気を与え、彼女はさらに深くその秘密の意図をたどる決意を固める。町の古文書館で過ごした長い時間、古い文書や伝承を調べるうちに、彼女は自分と魔法を使い、そして守護者との関連性が明らかになっていった。エミリアは自分の夢と直接関連があることを確信し、夢で見た魔法使いを現実の世界で探し始めた。彼女は魔法使いが残したとされる謎多き手がかりを求めて町の図書館や古い記録が残る場所を訪れる。夢と現実の間で揺れるエミリアの心は次第に自らの運命を受け入れる準備ができつつあった。彼女は過去の約束が自分の未来にどのような影響を与えるかを探り、自分の中に眠る未知の力を呼び覚ます旅を続けるのだった。エミリアの探求は次第に深まり、彼女は自分の中に眠る力に目覚め始める。日記の中で約束した守護の力を実際に使うことができるようになった彼女は、街を覆う不穏な気配を感じ取る。その源を探し当てるため、彼女はさらに多くの古文書や伝説を調べ、その過程で様々な知恵を持つ者たちと出会う。彼らはエミリアの旅に必要な手がかりを一つずつ与えていく。ある日、彼女は町の外れにある古い神社で神秘的な力の存在を実感する。その場所は何世紀も前から力の源とされており、エミリアはそこで自分の内なる力と初めて対話する経験をする。彼女は自らの感覚に従い、神社の奥深くにある秘密の場所を発見し、そこで眠る古の呪いの痕跡を見つける。その呪いはエミリアと魔法使いの約束に深く関わっていることが明らかになる。エミリアは呪いを解くために必要な知識と力を身につける旅に出る。彼女は図書館の謎多き司書、古代の言葉を解読できる大学教授、そして夢で見た魔法使いの子孫と出会い、それぞれから重要な情報を得る。この新たな仲間たちはエミリアの背景や目的を理解し、彼女の探求を全力で支援する。彼女の旅は、彼女が夢に見た魔法使いの古代の祭壇につながることが判明する。祭壇の場所は、伝説に語られる神秘的な湖のほとりにあり、そこが呪いを解く鍵を握る場所であるとされていた。エミリアは自分の内にある愛と勇気が、約束と呪いの真実を解き明かす鍵であることを学び、最終的にはその場所へ向かう決意を固める。その過程でエミリアは自分自身との対話を深め、多くの困難に立ち向かう勇気を得る。彼女の旅はただの冒険ではなく、自己発見と成長の過程でもあった。彼女は自らがどれほど強く、そして愛されているかを再認識し、その力で呪いを解く準備を整えるのだった。エミリアは古の呪いが封じられた場所に到着する。そこは伝説に語られる神秘的な湖のほとりだった。湖の中央に浮かぶ小島に立つ古代の祭壇こそが呪いを解く鍵を握る場所だ。彼女は祭壇に向かい、自らの心の内に秘めた力を解放する。すると湖は輝きを増し、空には無数の星が現れる。エミリアは自分と魔法を使い、そして全ての守護者が交わした約束を思い出し、その力で呪いを解く呪文を唱える。その瞬間、湖からは美しい光が天へと昇り、呪いは静かに消え去った。エミリアは約束を果たしたことで、自らもまた新たな守護者としての役割を全うしたのだ。
彼女は町へ戻り、以前と変わらない日常へと戻るが、今は何かが違っていた。エミリアには人々を守り、愛する大切さを知る力が備わっていた。そして彼女はいつも心の中で、密かに交わされた約束を大切にし続けるのだった。そして古書店モルガーナの書家の主人は、遠くから彼女の成長を見守り、微笑んでいた。彼は知っていた、エミリアがこれからも多くの人々の心に光を灯し続けることを。物語は終わり、しかし、エミリアの冒険は、読者の心の中で永遠に続いていく。謎めいた宿命。遠く離れた町の外れに、古びた洋館が佇む。洋館は謎めいた宿命と地元の人々から囁かれている。何十年も前、この洋館は栄華を極めた豪商の居住地だった。しかし、ある嵐の夜に主が謎の失踪を遂げて以来、洋館は閉ざされたままになった。時は流れ、今ではその歴史も忘れ去られようとしている。だが、この洋館には、未だに解き明かされていない秘密が隠されているという噂が絶えない。その噂を耳にした若き作家、葉月里沙は、新作のミステリー小説のヒントを求めて、この洋館を訪れることにした。初夏の柔らかな日差しの中、洋館へと続く小道を歩きながら、里沙は期待と不安が入り混じる心境を抱えていた。彼女がこの洋館で何を見つけるのか、そしてその発見が彼女の運命をどう変えるのか、その時はまだ誰にもわからなかった。謎めいた宿命を秘めた洋館の扉を開け、里沙は新たな物語の第一歩を踏み出すのであった。葉月里沙がその重い扉を押し開けた瞬間、時が数十年前に戻ったかのような錯覚に陥った。家具は誇りをかぶりながらも、かつての栄華を今に伝えている。彼女はこの場所に隠された物語を紐解いていく決意を固めた。里沙が洋館を探索するうちに、彼女は一冊の日記を見つける。その日記は失踪した豪商のものだった。ページを来るごとに彼が抱えていた恐怖、そして彼の周囲で起きていた不可解な出来事が明らかになっていく。日記の記述から里沙は洋館の中に隠された秘密の部屋の存在を知る。そしてその部屋には失踪につながる重要な手がかりが隠されている可能性があることを悟る。彼女は日記に記された手がかりを頼りに秘密の部屋を見つけ出すための探索を始めた。探索を進める中で里沙は洋館の奥深くにある古い図書室にたどり着く。その部屋には謎を解く鍵となる古い文書や書物が眠っているはずだった。図書室の中心に置かれた大きな机の上には開かれた本と、その隣には薄暗い光を放つ一つのろうそくが置かれていた。里沙は机の上の本を手に取る。その本は洋館の歴史と、かつてこの地を治めていた人々の話を記したものだった。彼女は本を読み進めるうちに、洋館に隠された秘密と、失踪した豪商の宿命についての手がかりを見つけ出すのであった。図書室での発見に心を躍らせながらも、里沙はさらなる謎へと導かれていく。本に記されていたのは、洋館とその所有者たちが代々抱えてきた宿命のようなものだった。それは豪商の失踪にも深く関わっていると示唆されていた。里沙は洋館のさらに奥へと進んでいく。薄暗い廊下、きしむ階段を上がり、彼女はついに日記に記されていた秘密の部屋の前に立つ。扉を開ける手が震える。深呼吸をしてから扉を押し開けた彼女の目に飛び込んできたのは豪華な装飾が施された個室だった。部屋の中央には大きな机があり、その上には多くの文書が散らばっている。里沙は文書を一つ一つ丁寧に調べていく。そしてある文書に目が止まる。それは洋館をめぐるある予言について記されたものだった。
予言には、洋館とその所有者を待ち受ける宿命が書かれていた。そして、その宿命を覆す唯一の方法が記されている。その方法とは、洋館に隠されたある秘宝を見つけ出し、正しい方法で、それを使うことだった。リサは、その秘宝を見つける手がかりを持って、洋館内のさらに秘密の場所へと、足を進める。秘宝を見つけ出すことが、失踪した豪商の謎を解き明かし、洋館に隠された宿命を覆す鍵となることを、彼女は信じていた。夜が深まる中、リサは洋館の地下にある隠された通路を見つける。その通路の先には予言と宿命の秘密を守る未知なる空間が広がっていることを彼女はまだ知らない。リサは謎を解き明かすため、そして自らの運命を切り開くために一歩を踏み出すのであった。リサは地下の隠された通路を進んでいく。その先に広がる空間はまるで別世界のように静寂に包まれ、時が止まったかのようだった。通路の終わりには大きな扉がある。その扉の前に立ち、リサは深く息を吸い込んだ後、ゆっくりと扉を開けた。目の前に広がったのは、かつての豪商が秘密にしていた宝物庫だった。部屋の中央には古びた宝箱が置かれている。リサはその宝箱に近づき、蓋を開ける。中から現れたのは、古代の文明から伝わると言われる、神秘的な宝石だった。その宝石は、洋館に秘められた宿命を解く鍵とされていた。宝石を手にした瞬間、リサの心には、失踪した豪商の最後の思いが伝わってきたような感覚があった。それは、宿命に立ち向かう勇気と、愛する人々を守り抜く、強い意志の表れだった。リサは宝石を使って宿命を覆す方法を理解する。その夜、洋館は久しぶりに活気に満ちた。リサは豪商の家族と共に宝石の力を使って洋館に秘められた謎を解き明かす儀式を行う。儀式が進むにつれ、洋館は優しい光に包まれ、かつての暗雲は晴れていく。宿命が解かれた瞬間、洋館は再び平和な場所へと変わり、失踪した豪商の魂は安らかな休息を得る。リサはこの経験を通じて自分自身の宿命にも立ち向かう勇気を得た。そして彼女は新たな小説の素材を手に入れたのだった。リサは洋館からの帰路に着く。夜の帳がゆっくりと街を覆い隠す中、彼女の心は前向きな思いで満ち溢れていた。洋館での不思議な体験は彼女にとって一生忘れられない宝物となった。そしてその体験が彼女の新作ミステリー小説の中核をなすことになる。街へと続く小道を歩きながら、リサは自分が経験したことの意味をじっくりと噛み締める。宿命に立ち向かい、それを乗り越えることの大切さ。そして、どんなに困難な状況でも、希望を失わずに前に進むことの重要性を。新たな朝が来た時、リサは小説の執筆を始める。彼女の物語は宿命と戦い、最終的にはそれを乗り越える勇気を持つ人々について語るものになる。読者はリサが洋館で経験した謎解き、秘密の発見、そして宿命の克服を通じて人生の多くの教訓を学ぶことになるだろう。結局のところ、謎めいた宿命は過去に縛られるのではなく、自分自身の力で未来を切り開く物語だった。リサの小説は多くの人々に希望と勇気を与える。そして遠く離れた街の外れにある古びた洋館の物語は新たな読者を夢中にさせることになるのだった。風が運ぶ秘密。風が運ぶ秘密の物語は、古びた海辺の村、風緑が丘で始まります。この村は、その名の通り、風が物語を運ぶ場所として知られています。村人たちは、風に乗ってくる囁きを聞き、遠い昔から伝わる秘密を共有してきました。
ある夕暮れ、風見鶏が丘の小さな図書館でリタイアした教師であり、村の歴史家でもある和夫は、ふとしたことから古い手紙の束を見つけます。その手紙は、100年前の村の創設者に宛てられたもので、封を切られていない手紙が、いくつか含まれていました。和夫は、この手紙の存在が示す、過去の秘密に興味を持ち、村の若者たちと共に、その謎を解明することを決意します。和夫が図書館の埃っぽい隅で見つけた手紙の束は、黄ばんでいて、時間の重みを感じさせました。手紙は、村の創設者である、海運業者の家族に宛てられていましたが、なぜか1世紀以上もの間、誰の手にも渡ることなく放置されていたのです。和夫は、この手紙の発見を、村の若者たちに伝えると、彼らの興味を引きました。特に、大学で文学を学んでいる勇気と、歴史に情熱を持つ愛子は、この謎の解明に積極的でした。3人は手紙を解読し、それが隠している秘密を明らかにする計画を立てます。手紙の一つを慎重に開封したとき、和夫たちは、当時の村が直面していた困難や、日々の営みが綴られていることを発見しました。しかし、手紙の中には、特定の宝物が隠されていることを示唆する、謎めいた言及がありました。それは、村を救う鍵となるものだと書かれていましたが、具体的な場所や、その宝物が何であるかについての記述はありませんでした。和夫、勇気、愛子は、この宝物の正体を突き止めるために、手紙に書かれた手がかりをたどり始めます。彼らの調査は、村の古い記録や伝承を掘り下げることから始まりました。その過程で、彼らは村の高齢者たちとの会話を通じて、かつてこの地を襲った大きな嵐や、それに立ち向かった人々の勇気についての話を聞きます。和夫、勇気、愛子は手紙の謎を解くために、村の古い記録や伝説を調べ続けます。彼らは海運業者の家族が村に残した影響の大きさを徐々に理解し始め、その一族が村に与えたものがただの物質的な富だけではないことを悟ります。手紙の中のほのめかしに従い、彼らは風見鶏ヶ丘の古い灯台へと向かいます。この灯台は海運業者の家族によって建てられ、今では単なる記念物として残っています。しかし、彼らは灯台の内部に隠された古い日記を見つけ出し、それがこの謎を解く鍵となることを期待します。日記は海運業者の家族の一員であった女性の手によって書かれたものでした。彼女は村の歴史とその家族が果たした役割について記していますが、特に注目すべきは彼女が風に託した願いと呼ぶものについての記述でした。この部分では彼女が村に残したいと願った精神的な遺産と、それを守るために隠した宝物の存在について言及しています。和夫たちはこの日記を手がかりに村の各地を探索します。彼らは古い家、放棄された倉庫、そして村の周辺の森を巡りますが、その過程で村の自然と風の美しさに改めて気づかされます。風が運ぶ囁きが彼らを正しい方向へと導いているような気がします。和夫、勇気、愛子の探求は、彼らを風見鶏ヶ丘の最も古い部分にある忘れられた庭園へと導きました。庭園は長い間手入れされておらず、野生の花や草木が自由に生い茂っていました。しかし、その中には、かつて家族が共に過ごした時間の記憶が息づいているようでした。彼らが庭園を探索していると、風が突然強くなり、古い樹木の枝が囁くような音を立て始めました。その音に導かれるように、彼らは庭園の奥に隠された小さな祠を見つけました。祠は海運業者の家族が村に対して抱いた感謝の象徴であり、そこには彼らが大切にしていたものが収められていました。祠の中には古い文書や写真が保管されており、海運業者の家族が村の発展のために尽力した証拠とともに、彼らが願いを込めて隠した宝物がありました。
それは金銀財宝ではなく、世代を超えて村の人々を守り、導くための知恵と愛情が込められたものでした。この宝物は、風の中に秘められた言葉、すなわち村の伝統や絆の大切さを伝える物語でした。和夫たちは、この発見を村の人々と共有しました。庭園は再び村の人々によって手入れされ、祠は風の守り人たちが過去から現代に伝えるメッセージを守る場所として大切にされるようになりました。和夫、勇気、愛子の冒険は、風緑が丘の村に新たな活力をもたらしました。彼らが発見した宝物の物語は、村の人々に古くからの絆と伝統の価値を再認識させ、若い世代と高齢の世代の間に新たな絆を築くきっかけとなりました。和夫はこの経験を通じて退職後の人生においても新たな目的を見つけることができました。勇気と愛子は自分たちの学問が現実の世界でどのように生きることができるかを学び、さらに深い理解と尊敬の念を持つようになりました。結局のところ、彼らが発見した最大の宝物は、材料的なものではなく、人々がお互いに対して持つべき愛情と理解であることが明らかになりました。この物語は、風緑が丘の風が運ぶ囁きとともに、村の人々の心に深く刻まれました。風が運ぶ秘密の物語は、村の歴史を新たな章で綴り直し、未来に向けて希望を吹き込むこととなりました。村の人々は過去を教訓として共に未来を築いていく決意を新たにしました。そしてこの物語は風に乗って遠くへと旅立ち新たな聞き手に届けられる準備ができていました。風緑が丘の村とその人々は風が運ぶ物語とともに静かながらも力強い存在として時間の流れの中で生き続けます。月下の影。月が高く輝く静かな夜、海辺の小さな村月下村は不思議な伝説とともにその日も静寂に包まれていた。村は遠い昔から月下の影と呼ばれる有限な現象が見られる場所として知られており、満月の夜になると海に浮かぶ島のシルエットがまるで何かが動いているかのような影を作り出す。この現象は観光客を引き寄せる村の貴重な収入源となっていたが、同時に不可解な物語や謎も多く含んでいた。村にはこの現象にまつわる古い伝説が伝えられている。伝説によると、月下の影はかつて海で命を落とした者たちが愛する人への未練を残し、月明かりの下でその姿を映すという。しかし、実際には誰もその真相を知る者はおらず、多くの人がそれをただの美しい自然現象として楽しんでいた。村の外れに住む青年、風見青はこの伝説に特別な関心を持っていた。青の家族は代々、月下の影に関わる重要な役割を果たしてきたとされ、その秘密を受け継いでいると言われていたが、詳細は青自身も知らされていなかった。青はこの謎を解明するため、そして家族に伝わる秘密を解き明かすため、満月の夜、海辺へと足を運ぶことにした。その夜、青は古い灯台の下で予期せぬ出会いを果たす。そこには彼と同じく月下の影に魅了された少女、つくよみひかりがいた。ひかりは青の家族が守り続けてきた秘密について何かを知っているようで、二人の出会いはやがて深い絆となり、共に謎を追う旅へと発展していくのだった。そうして静かな夜の海辺で繰り広げられるゆったりとしたペースのミステリーが始まった。青と光は月下の影の真実を追い求める中で予期せぬ発見と村の人々に隠された秘密を解き明かしていくことになる。しかし彼らが知ることになる真実は想像を超えたものであった。これは月下の影に隠された謎を追い求める物語の序章であり、静かな夜が織りなす有限な物語の幕開けである。満月の夜、青と光は手を取り合って
古い灯台へと足を進めた。灯台は月下村の象徴であり、村の守り神とも言われていた。不思議なことに、この灯台はもはや機能しておらず、誰もその管理をしていないにもかかわらず、満月の夜だけ奇妙な光を放つと言われていた。ここが、私たちの始まりの場所ね。と光は言った。彼女の目は夜空の星々と競うように輝いていた。青はその言葉の意味を理解していなかったが、光の隣にいることで心が落ち着きを取り戻していた。二人は灯台の内部へと進む。階段を上がりながら、青は家族から聞いた話を光に話し始めた。かつて、灯台は月下村の先祖たちが海の神に捧げたもので、村を守るための魔法が込められているという。灯台の最上階に到達すると、青と光は壮大な海の眺めと、その中心に輝く満月を目の当たりにした。そして、その瞬間、灯台からかすかな光が放たれ、二人は驚愕した。光は満月の方向へと導かれ、海の上に浮かぶ島のシルエットを照らし出し、その影をはっきりと映し出した。月下の影である。光は、この光が灯台に秘められた魔法の一部であり、月下の影を通じて、先祖たちがメッセージを残していると説明した。しかし、そのメッセージを解読する鍵は、失われて久しく、村の人々も、その意味を忘れてしまっていた。この夜、青と光は、灯台の秘密を少し解き明かしたが、それは彼らが探求すべき、さらなる謎の始まりに過ぎなかった。月下の影に隠された真実への手がかりを見つけるため、二人は古い記録や伝説を調べ始めることに決めた。その過程で、彼らは村の長老や図書館の古い文献を訪ね、月下村の歴史とその神秘について学び深めていった。そして、月下の影がただの自然現象ではなく、何か特別な意味を持つことを確信するに至る。青と光の調査は村の図書館で古い日記と出会うことから新たな展開を迎えた。その日記は何世紀も前に月下村に住んでいたとされる漁師のもので、月下の影にまつわる数々の出来事が記されていた。日記によると、漁師はある夜、月下の影の中から謎の声を聞いたと記していた。その声は海の彼方からでも聞こえるような美しくも悲しいメロディーを奏でており、漁師はその声に導かれるように海へと出たという。海に出た漁師は不思議な光に包まれ、そこで彼は失われた恋人の幻影と再会した。日記はその出会いが漁師にとってどのような意味を持っていたのか詳細に記してはおらず、ただ月下の影は時に過去と現在をつなぐ鍵となるとの言葉で締めくくられていた。青と光はこの物語が月下の影に隠されたメッセージの一部であると考えた。彼らは月下の影が単なる自然現象ではなく、人々の心に深く関わる何かであるとの確信を深めていった。二人は月下の影が人々に何を伝えようとしているのか、その真実を突き止めることを決意する。調査を進める中で、青と光は村の長老から月下村がかつて海難事故が多発した場所であったこと、そして多くの漁師が海で命を落としたことを聞かされた。長老は月下の影は海に消えた人々の魂が愛する者たちに最後の別れを告げるための場所だと語った。この話は日記に記された漁師の体験と重なり、月下の影にまつわる伝説が単なる作り話ではなく何か深い意味を持つものであることを示唆していた。次に青と光は村の古い記録を調べることにした。記録の中には月下の影が見られる夜に奇跡的に生還した漁師の話や失われた恋人たちが一時的に再会したという伝説が複数記されていた。これらの話は月下の影が単なる幻ではなく何らかの形で現実に影響を与える力を持っていることを物語っていた。青と光の探求は彼らを月下の影が最も鮮やかに映し出される場所、海辺の古い祠へと導いた。祠は月下村の守り神を祀る場所であり、村の人々は代々
この地で海の安全と豊かな漁を祈願してきた。古い祠の前で、二人は月光に照らされながら、月下の影に関する新たな手がかりを見つけることを期待していた。その夜、満月が海を照らし出し、月下の影が祠の前の海面に幻想的な光景を作り出す中、青と光は奇妙な現象に遭遇する。海からの風が祠の鈴を鳴らし、その音が響き渡ると、突如として二人の周りの空気が変わった。光は古い祈りの言葉をつぶやき始め、その言葉が夜の静寂に溶け込むにつれて、祠からかすかな光が放たれた。光は二人を包み込み、突然、彼らの前に、幻影のような人々が現れた。それは、月下村で命を落とした漁師や、その家族たちの姿だった。幻影は、青と光に向かって話し始める。彼らは、月下の影を通じて生きている人々に、メッセージを伝えるために現れたといい、そのメッセージは、愛する者を忘れず、心に留めておくことだった。幻影の人々は、月下の影が、彼らにとって最後の別れを告げる場所であり、生者と死者との間にある絆を象徴していることを説明した。そして彼らは青と光に、村の人々に、この真実を伝え、月下の影の下で愛する人への思いを新たにするようにと託した。幻影が消えた後、青と光は深い感動とともに新たな使命を感じ取った。二人は月下の影にまつわる真実を村の人々と共有することを決意し、村の集会でその経験と幻影の人々から受け取ったメッセージを語った。村の人々は最初は驚きと疑念を持ったが、青と光の誠実な言葉と彼らが体験した不思議な出来事を聞き、徐々に心を開いていった。月下の影に対する理解が深まるにつれ、村の人々は失われた愛する者への思いを新たにし、海辺での満月の夜を亡き人への思い出を語り合う特別な時間とするようになった。月下村の人々と共に月下の影の真実を受け入れた青と光。彼らの勇気ある行動は村に新たな伝説を生み出すきっかけとなった。月下の影はもはや失われた人々への悲しみを象徴するだけでなく、生者と死者との絆を深め、愛する者への思いを新たにする場所として、村の文化に根ざすようになった。村の人々は毎年、満月の夜に海辺で集まり、生きている人々と亡くなった人々との間にある、見えない絆を称える祭りを始めた。この祭りは月下の絆祭りと名付けられ、村の外からも多くの人々がこの美しい伝統を体験しに訪れるようになった。祭りの夜、海辺では様々な光が踊る。灯籠が海に流され、それぞれが亡き人へのメッセージを乗せて静かに揺れる。海からはかつて漁師が聞いたという美しくも悲しいメロディーが聞こえてくるかのような気がする。人々は手を合わせ、過去を振り返りながらも未来への希望を新たにする。青と光はこの祭りが村に新たな生命を吹き込んだことを実感し、二人の旅が村にとって大きな意味を持っていたことに心からの喜びを感じる。彼らの物語は次世代に伝えられる価値のある教訓となった。愛する人を忘れずに心に留めておくこと。そして生きている私たちが愛する人との絆を大切にすることの大切さを伝える。青と光の冒険は月下村にとってただの伝説ではなく未来を照らす光となった。月下の影の下で交わされた約束は時を超えても色あせることなく愛と絆の象徴として永遠に輝き続けるのだった。そして静かな夜が更けていく中、月下村は再び平和な夜の静寂に包まれる。しかし今夜の月明かりは何か特別なぬくもりを村に与えているようだった。青と光は手を取り合い、これからも二人で月下の影の下、無数の物語を紡いでいくことを誓い合う。これは終わりではなく、新たな始まりの物語なのだから。眠りの森の謎。
遥か昔から語り継がれる小さな村の外れに、眠りの森と呼ばれる場所がありました。この森は静けさと神秘に包まれ、訪れる者に穏やかな安らぎを与えると言われていました。しかし、森の奥深くには、誰も踏み入れたことのない秘密が隠されているとも囁かれていました。ある穏やかな春の日、村に新しく越してきた青年、レオは、この古い伝説に魅了されました。彼は、都会の喧騒から逃れ、静かな生活を求めて、村にやってきたのです。レオは、森の存在を知るや、否や、その神秘を、自らの目で確かめたいと思い立ちました。彼は、森を散策することを決心し、村の人々に、森について尋ね始めました。しかし、村の人々は、森について話すことをためらい、誰もがその話題を避けるようでした。唯一、村の長老だけが、レオに森のことを語ってくれました。長老によれば、森は古くから村を守る守護神の住む場所であり、森には美しいが、謎めいた霧が常に立ち込めていると言いました。そして、長老はレオに警告しました。森には古い秘密が眠っており、それを探る者は、時にその秘密に飲み込まれてしまうことがある。だが、真の心を持つ者であれば、森はその秘密を明かすかもしれない。と。レオの好奇心は、さらにかき立てられました。彼は、長老の言葉を胸に、翌朝、森へと向かう決意を固めました。彼の冒険が、村と森に秘められた謎を解き明かす旅の始まりとなるのでした。翌朝、レオは早起きして、背中に小さなリュックを担ぎ、眠りの森へと向かいました。森の入り口にたどり着いた彼は、一歩足を踏み入れると同時に、世界が変わったような感覚に包まれました。森の空気は澄んでおり、鳥のさえずりや小川のせせらぎだけが、静寂を柔らかく破っていました。レオは、長老が話していた謎めいた霧を求めて、森の奥へと歩を進めました。歩くうちに、彼は森が生きているかのように感じ始めました。木々は優しく彼を迎え入れ、風は彼の方を撫で、小動物たちは好奇心旺盛な眼差しで彼を見守っているようでした。数時間の探索の後、レオはついに長老が言っていた霧に覆われた場所を見つけました。霧は光を柔らかく散らすベールのように森の一角を覆っていました。霧の中には輝くような光が見え隠れしていました。レオはその光を追いかけるように霧の中へと進んでいきました。突然、霧の中から一つの小さな湖が現れました。湖は鏡のように静かで、その表面には星の光が映っていました。レオは湖の周りを探索し始め、湖畔に置かれた古いベンチを見つけました。ベンチには何年も前に誰かが忘れていったかのような古い日記帳が置かれていました。レオは好奇心に駆られ日記を開いてみることにしました。日記の中には数十年前に森を訪れたという人物の記録が綴られていました。その人物もまたこの湖を見つけ、そして森に隠されたある謎に気づいたと記されていました。レオはその謎を解き明かす手がかりを見つけるため日記を読み進めることに決めました。日記のページをめくるごとにレオは森とその湖にまつわる古い物語へと引き込まれていきました。日記の持ち主はかつてこの村に住んでいた若い女性で、彼女は湖の美しさに魅了され、しばしば訪れていたと記されていました。しかし、ある日、彼女は湖のあぜで謎の光を目撃し、その光が森に隠された秘密の鍵であることを確信したとありました。日記には、光の正体を解明しようとした女性の努力が、詳細に綴られていました。彼女は、村の古い文献や伝承を調べ、湖に関する伝説を集めました。その中には、湖がかつて強力な魔法使いによって作られ、その魔法使いが自らの力を封じ込めたという話もありました。日記の持ち主は光が魔法使いの力の一部であり、何らかの形でその力を解放することができるかもしれないと推測していました。レオは日記を閉じ、湖を再び見つめました。
日が傾き始め、湖面には金色の光が輝いていました。彼は日記の持ち主が何か大きな発見の前に立ち止まってしまったような感覚を覚えました。もしかすると、彼女は何かを恐れたのかもしれません。レオは彼女が踏み出せなかった一歩を踏み出す決意を固めました。翌朝、レオは湖畔に戻り、光が現れるのを待ちました。太陽が完全に昇ると、湖から再び神秘的な光が放たれました。レオはゆっくりと光に近づき、手を伸ばしました。その瞬間、光は強く輝きを増し、レオの体を温かな感覚で包み込みました。突如、レオの頭の中に古代の言葉が流れ込んできました。それは湖とその光がかつて森を守っていた魔法使いの最後のメッセージであることを告げていました。魔法使いは自らの力を分け与え、森と村を守るために湖を作ったのです。そしてその力は真の心を持つ者にのみ解放されるという条件を設けました。レオは自分がその条件を満たしたのだと理解しました。光は徐々に収まり、湖は再び平穏を取り戻しました。レオは湖畔に座り、湖と森、そしてこの一連の出来事を通して得た知識をじっくりと噛み締めました。彼にはもう一つの重要な任務が残されていることを彼は感じ取っていました。それはこの秘密をどのように扱うか、そして村の人々とどのように共有するかでした。湖畔での体験から数日後、レオは村の人々に森の秘密をどのように伝えるべきか、長い時間を考えて過ごしました。直感的にこの秘密が村全体にどのような影響を与えるかを理解し、それを慎重に扱う必要があると感じていました。レオはこの話を最初に聞いた長老に相談することにしました。長老はレオの話を静かに聞き、彼が体験したことに深い興味を示しました。そしてレオが森の真実を見つけ出したこと、そしてその力を自分の中に感じたことを認め、称賛しました。長老はこの情報を村の人々と共有する方法について、賢明なアドバイスを与えました。それは森の秘密を直接話すのではなく、その体験を通して得た知識と感じた感情を分かち合うことでした。レオは村の中心にある小さな広場で自分の体験を語ることにしました。彼は森での冒険、湖の美しさ、そしてそこで感じた不思議な力について話しました。彼は森とその秘密が村を守るために存在していること、そしてその力は村の人々全員によって守られ、尊重されるべきものであることを強調しました。レオの話を聞いた村の人々は、最初は驚き、そして興味を持ち始めました。彼らの中には森を恐れる者もいれば、それを守りたいと強く感じる者もいました。レオの言葉は村の人々の心に響き、彼らは森との新たな関係を築き始めました。それは恐れるのではなく、尊重し、共に生きるという関係でした。数週間後、レオは再び森を訪れました。今度はいくつかの家族が彼に同行しました。彼らはレオと一緒に湖を訪れ、その美しさと平和を共有しました。森と村の間には新しい絆が生まれ、村の人々は森の守り手としての役割を受け入れ始めました。レオは自分がこの変化の一部になれたことを誇りに思いました。彼にとってこの冒険はただの始まりに過ぎませんでした。森と共に生き、その秘密を守る旅はこれからも続いていくのです。月日は流れ、レオの森に対する深い敬愛は村全体に広がりました。彼の最初の冒険から数年が経過し、森は村の人々にとって神聖な場所となりました。村の子供たちは森の中で遊ぶことを楽しみ、その神秘を尊重する心を育てました。森は村の守り神としての役割を再び果たすようになり、その美しさと平和は遠くから訪れる人々をも魅了しました。レオは森と湖の伝説を記録した本を書き、
その物語を次世代に伝えました。彼の本は森への敬意と自然と共生する重要性を伝えるものとなりました。レオ自身も村で尊敬される人物となり、若い探検家や自然愛好家に森の知識と秘密を教える役割を果たしました。そしてある夜、レオは再び湖畔を訪れました。星明かりの下、湖はかつてないほど美しく輝いていました。レオはかつて彼が感じた不思議な力を思い出しながら、湖の静けさに耳を傾けました。そして彼は心の中で森とその魔法使いに感謝の言葉を送りました。彼らの贈り物が村と森の間に新たな章を開き、未来への希望をつないでくれたことを。その夜、レオは森の深い絆と自然の中に秘められた無限の可能性に思いを馳せながら、湖畔で眠りにつきました。彼の夢の中では森は生き生きとしており、彼を温かく迎え入れました。それは彼が森と共に過ごした日々の美しい記憶と未来への希望が織りなす永遠の物語でした。眠りの森の謎はレオによって解かれましたが、その物語は終わりではありません。それは人々が自然との調和を求め、共に成長していく物語の始まりに過ぎなかったのです。レオの冒険は彼が森に残した足跡と共に未来への道を照らし続けるでしょう。